スーパーライジン3楽しみなカードについて、社員皆さんこんにちは、おぎちゃんです。戦ってお互いの気持ちが初めて分かるみたいなところもありますから、朝倉未来と平本蓮が殴り合うんだったら金払ってでも近くにいたいわみたいな人がいっぱいいるってことじゃないですか。Welcome to リンヤマンチャンネル。リンヤマンチャンネルの時間です。今日はですね、7月28開催のスーパーライジン3楽しみなカードについて喋っていきたいな。社員皆さんこんにちは。おぎちゃんです。はい。一つ目は、新竜誠選手対扇久保さんです。結構王道路線のカードになりますよね。指定関係なんですよね。もともとそうだったみたいですね。で、僕が転校する前の話なんで、ちょっとまだ全然分かんなかったんですけど、指定関係で、超実力者同士の2人で、スタイルもバネ感のある動きのある新竜選手対、どっちかっていうとどしっと地に根を張って大木みたいな扇久保さんの戦いかなっていう感じで見てまして、これマジ分かんないですね。どうなんだろうっていう。だから楽しみなんですけど、誰がどう予想するのかもすらも分かんないです。これ結構打撃はやっぱ扇久保さんうまいし、ディフェンスもうまいし、アタックもできるし、ストライキングゲームになったら扇久保さんの方がちょっと経験も含めて分があんのかなって思ったりとか。ただ新竜選手はやっぱ若くてスピードあって、今いろんなものを吸収してて、回転系とかも思いっきりよく出すんで、そういうのもやっぱ結構注意しなきゃいけない打撃持ってるんで、ちょっとわかんないですね。お互いやっぱ組でこう制していくっていう、メインはそういうスタイルだと思うんで、組力どういう感じになるのかなっていうとこですよね。荻久保さんは結構胴も太くて、多分ね、テイクダウン能力とか高いんですけど、めちゃめちゃ。新竜選手めっちゃ柔らかいんで、ほんとバネみたい。柔らかいんで、結構ちょっとしっかり抑えてても多分、ぬるって抜けれるような体質なのかなって思うんですよ。だから、スクランブルの展開になったらめっちゃ強くて、扇久保さんはどっちかっていうとそっちの展開じゃなく抑えつける、もしくは切ってスタンドでゴチゴチ経験の差を見せて戦うのかなっていう展開予想ですね。新竜選手はもうガンガン暴力的にいって首取りに行くんじゃないかなって思ったりするんですけど、扇久保さんがね取られるとこってあんま想像できないですよね。京二さんもやっぱ取りきれないし、アーチュレッタもスーチョルも負けはしましたけど、やっぱギリギリの勝負、フィニッシュされるシーンっていうのはあんまり想像つかないファイターの一人なんで、扇久保さん、甲斐選手がコロナ禍の時にフィニッシュしてましたけど、だからね、フライではあんまり結構盤石かなって思うんで、京二さんがいなければみたいなの一人だと思うんで、楽しみですよね。わかんないっすね、これ。だから楽しみ。もうそこ、ずっと永遠そこループです。超実力者同士の2人。やっぱ京二参戦に向けて備えてた期間っていうのは絶対に強くなったと思いますし、最近っていうよりやっぱでも元からやっぱ強いんで、いやーどうなんだろうね。ちょっと因縁の付き合いもありつつ、あんまよそ者が踏み込んじゃいけないような会話だなと思うんですけど、お父さんとかも絡んでたりだとか、便所掃除についてはね、それやった方がいいんじゃないかって僕が思うタイプなんですけど、戦ってお互いの気持ちが初めて分かるみたいなところもありますから、拳に思いを乗せてやり合ってほしいですよ。いいことですね。いいことです。そこのリングの上で語り合う。丸くなるためですから。なるほど。全部。格闘技いいっすね。いいですね。本当にね。互い死ねって思いながら死んでくるのか、ガーン殴り合ってね、ああそういうことかみたいな感じでなってほしいですね。そうね。本当ですね。で2つ目はメインかな。朝倉未来と平本蓮が殴り合うんだったら金払ってでも近くにいたいわみたいな人がいっぱいいるってことじゃないですか。そう思わせるのがやっぱすごいなっていう。ここまで人を動かしちゃうのかみたいな。平本選手もトラッシュトークっていう形で表現してましたけど、朝倉未来選手が負けが続いた時にはなぜか平本でも落ち込んでてみたいな好きなんじゃねえかよみたいな。結局はあれは愛だったんだっていう。好きなんでしょうね。
あれってはい。まあ、だから本人もなんか言ってたんじゃないですかね、結局憧れて始めたみたいな、憧れてっていうか、まあそういうファイター出てきて衝撃だって自分もこういう風になるので、もう前にはがっかりだみたいな思いなのかな。そういう思いも一時期あったりして、そういうのを多分ねぶつけて愛が伝わって、じゃあやろうかっていう、世間はお互いが勝ってってここでいずれトップでっていうところを見たかったと思うんですけど、まあでもここでねお互いが崖の縁に立った状態である意味また別のシチュエーションでやるっていうのもまたいいシチュエーションですよね。2人とも負けたら引退って言ってますけど、いや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 ねえ、本当にねえ本当に思ってるっていう、そこもだからまあ本気だったらいいんですけど、なるほど。トラッシュトークも新竜選手と荻久保選手の本気だからやっぱ乗れる部分、本気で思いがあってお互いに対してそれがぶつかり合うから面白いんであってさ、それ本気って思っちゃう俺は。どっちも引退してほしくはないですよね。そうですよね。まあでも言ったからにはしてほしいですよ、僕は。言葉にしたんだから、その後の人生で人として強くなるっていうのも一個手ではあると思いますけどね。言ったからには本当にそうしてくださいねって僕は思うタイプなんで、本気じゃなかったらしてほしくないし、本気なら乗れるし、ただねあんまする姿って想像できないですよね。だからそれを言ったからには周りがどんだけ奥つもうが、いや俺はもう辞めるって決めたんで辞めましたっていうのを貫くぐらいの覚悟があって言ってるんですかっていう。やっぱ僕が最初に憧れたファイターの姿、エンセンさんだったりとかって、はい、本当に死ぬ気でリングに上がって、はい、本気でその状態で言ってるんで、僕はバチーンって電気が走った。なるほど。ただそういうことをやっぱ嘘で格闘家が、ね、盛り上げるために言っちゃうとショートの見分けがつかなくなっちゃうかなって思うんで、はい、格闘技の世界ガチなんでそれを貫いてほしいな。だから言ったからには僕はやめてほしいって思いますよ。絶対負けないからこそ負けたら引退します。言うって大事なことを。いや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 、言葉軽くなるだけですって。それは自分を自分で追い込んでるっていうことっすよね。それでも自分に言い聞かしとけばいいですよ。周りに言う必要はないですね。それって多分一時期の感情でしかないっすよ。それを想像した時の負けたいって自分が思うから、思うだろうな、言っとこうみたいななんか負けたらやめたいって思っちゃうことを想像しちゃうってことですか？はい、負けたらやめたいってなっちゃう、俺はって言えばいいじゃん。お前何回負けたら俺は格闘技やめたいって思っちゃうよ。負けてもやめたいとは思ったけどだけどまあ周りの状況次第でまた頑張ろうって思いました。だってご本人たちからするとそれではカッコつかないんで。ああ、どうですか？いやじゃあ格闘家ってじゃあなんでそんなことでカッコつけるんですか？別にカッコついてるじゃないですか。もう何万人の前戦えるだけ。カッコつけたいならもう気持ちいい言葉が続くはず。ああ強いよ、認めない俺ももっとやべえ準備してきたからここは曲げたらやめるぐらいの気持ちで作ってきたから、はい、リンヤさんやめるやめない論争はいいんですよいやでもいやこの論争はでも面白いですよ。面白いですけど、はい、面白いですね。はい、クローズアップしてる人いないんじゃない僕らこの朝。いや特に平本選手なんかまだまだ若くてさ、こんなんで負けたとて別にまだまだ行きたいところ狙えるじゃないですか。負けたらダメなファイターになったわけじゃないんですよ、むしろ強くなったんですよ、経験値が増えて、でもその結果っていうもので自分をこういじめてやめるっていうだけじゃないですか。その形ってお前はダサいってじゃあ一生自分に言い続けて今後過ごしていくのかっていう、そのやるせない思いっていうのは絶対どっかで爆発するんでやめないと思いますじゃあ言わないでって話になるんで、みんなやっぱその言葉信じておーってなってはいまあでもそれでもいいのか。やっぱりやめないでほしいじゃないですか。まあそうですね、はい、その気持ちはわかります。これなしにしません？
負けたらやめるっていうのはこのチャンネルで内ではなし。別に負けても続けていいよっていうスあーはいはいタンスで言ってますよ。ヤマンチャンネルはね。どうしよっかな。でも言っちゃったんですよ、みんなの前で。まあそうですね。まあそうですね。まあ OK っす。それはだって。はい、OK です OK です。もちろんダメなことなんてないですから。本気で内側からぶちまけ合ったら絶対やめないっすよ。そうですね。お互いがお互いのことを好きになったらやめないっすよね。なんかお見合いが続いて微妙な感じで判定勝ちとかなったら負けた方本当にやめちゃいそうですけど、なんか思いが交差しないまま未来ある2人だと思うんで、まあどうなるか見てみましょう。そうですね。はい。どうなるか。楽しみな要素が1個増えたとして、はい、OK ですね。クリアさんからは試合の話については一切聞くことができなかったけど、やめるやめない論争をリンヤマンチャンネルでは話させていただいたと。僕は本当今のこの日本が大変な時代に活躍してる格闘家が発するメッセージって影響力が大事だと思うんで、そこで軽い言葉は言ってほしくないなってことです。常にガチで生きてほしい。だから僕は今鈴木千尋がチャンピオンに選ばれてるんだなって思ってるんですよ。全部ガチ、本音で話してるんで。言ったからにはまあでもまあそうですよねっていう思いはやっぱちょっとはある。だからそれが今大事だからこそ、僕がやっぱ、大事にしてるし、まあそれは僕の勝手な使命感なんで、はい、まあ置いといてもらっていいです。いやそれはそれで主張するのは別に正しい。はい。彼らがね試合の結果どうするかはまだわからないんで、はい。本当にやめちゃうかもしれないし。そうですね。それはまあそうだよなって思いますよね。なのでそこはちょっと見守りましょう。はい、見守りましょう。一旦以上が現時点で決まってる超ライジン3の楽しみなカードを2つ話していきました。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ありますけど、朝倉蓮でも、朝倉未来と平本蓮が殴り合う